どうも、大キングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回 iPhone 14 Pro 2ヶ月レビューということですね。噛んだけど、これまでね、1週間、1ヶ月ってレビューしてきたんですけど、こっちもね、ぜひご再生されてるんでね、参考にしてほしいんですけども、2ヶ月でね、大体わかりました。2ヶ月使ってみて、もちろん良かった点はね、もちろんなんですけども、今回どっちかというと気になったポイントというか、今回までいかないけど、ちょっと不満に思ったところ、ここら辺見えてきたので、そっちにどちらかっていうね、フォーカスして、いつも通り本音でね、レビューしていきたいかなと思います。14 Pro のケースとか、アクセサリー類の動画をね、好評でですね、3本ぐらい出してるんで、こちらもぜひね、見ていただきたいのと、ほんとね、いろいろ、現状使ってるアクセサリーとかもね、紹介したいかなと思います。2ヶ月使ってみて、買うべきかどうかみたいなところですね。今ちょっと在庫もなかなかね、まだ届かないっていうところもあるので、本音でお伝えしますので、購入考えてる方はね、ぜひ参考になると思いますので、最後までご覧いただければなと思います。ぜひね、チャンネル登録と横の通知ベルお願いします。次はね、MacBook Air のね、レビューかなと思うんですけども、早速、14 Pro ちょっとデザインね、から見ていきたいと思うんですけど、僕が購入したモデルはですね、iPhone 14 Pro の、ディープパープルですね。容量は 128GB なんですけども、デザインとしてやっぱ光のね、結構やっぱ当たり方によってですね、変わるんで、明るいとすごいなんかやっぱりパープルっていうね、感じに見えますし、暗い場所だと、結構ほんとブラックとかに近いね、黒色に近いね、色に見えたりもするので、面白いかなというところはありますね。黒めのね、暗めのパープル、やっぱいいなっていうところで、明るすぎるとなんかギラつく感じもあるんで、安っぽく見えちゃうね、時もあるんで、今回やっぱ14 Pro のモデルのカラーっていうのはね、全体的にやっぱ13 Pro と比べて、やっぱちょっとね、同じゴールドとかシルバーとかでも変わってるなっていうところありますね。ただちょっと後悔したポイントの一つとしては、個人的にはやっぱりね、スペースブラック、黒色も良かったかなと後になって思ってまして、かなりやっぱその iPhone 12とか13からね、スペースグレーとかにね、結構近かったんですけど、ちょっと明るい黒色だったのが、結構マットな黒色っていうかね、ブラックに近い本当に形になってるんで、昔の本当 iPhone ね、5とか7とかね、なんかピアノブラックとかあったと思うんですけど、それを思い出すようなね、感じであるんで、ブラックにね、しようかなって思ったんですけど、今注文したらね、1ヶ月先ぐらい、もう多分クリスマスぐらいになっちゃうんですね。今11月半ばですけど、1ヶ月先ぐらいになっちゃうんで、ちょっと僕はもう諦めムード入ってるんですけど、はい。一応13 Pro とか同様にですね、側面はそのステンレススチールっていう素材で、結構光沢感ある、キラキラしたようなね、感じになってます。ここら辺はやっぱプロモデルってところで、高級感というか、ラグジュアリー感はね、すごいあるかなって思いますね。ブランド品みたいな感じ。ただやっぱ裸でね、使ったりすると、指紋とか、かなりね、目立つというか、がっつりついちゃうんで、手に吸い付く感じはね、僕も好きだったりはするんですけど、なんでケースをつけるか、裸でもし運用するんだら、そのクリーニングクロスね、服、クロスとかで、定期的に拭いた方がより、その綺麗にはね、使えるんじゃないかなと思いますけども、背面に関しては、結構マットな感じなので、指紋はそんな目立たないかなと思いますね。側面だけサラサラしてる感じかな、背面は。基本的なデザインは、13 Pro でね、そんな変わらないかなっていうね、12 Pro ぐらいからと、そこまで変化はないかなと思うんですけど、で、唯一の違いとしてはやっぱカメラがね、かなり大きくなってる。巨大化してるっていうところですね。結構飛び出してまして、平らなところとかに置くと結構ガタガタするぐらいね、飛び出してるんですけど、これはやっぱ賛否両論あるみたいな感じはコメントで結構見ましたけど、気になる方も多いみたいですけど、もちろんね、普通に使う分にはそんな別にね、うわ、邪魔だなみたいなところポケットで引っかかるみたいなこともないんで、大丈夫なんですけど、どうしてもやっぱり持ち上げる時とかに、無意識にやっぱ指とかでね、レンズをピッてね、触っちゃうようなことはね、割とあるかなっていうところで、なんで指紋なんか気がついてついてるんですよ。カメラレンズとかにね。なんで気になるんであれば、例えば以前の動画で紹介しました、カメラレンズとかもつけるのもありかなっていう思いますけど、なくても別にいいと思うんですけどね。なんかでも想像以上に売れてるんで、なんか意外と需要はあるのかなという感じですね。あと基本的に一緒なんですけども、その画面のノッチというかね、正面から見ると、上にあったその切り抜きですけどね、黒い部分がちょっと下にね、なんか独立してあるんで、それがちょっと島っぽい形してるんで、で、動くんでね、なんかそのダイナミックアイランドみたいなね、割り方をしてるんですけども、ここなんで動画とか音楽とか再生すると、その黒い部分がですね、形が変わってね、変化して確認できると。はい。で、長押しとかするとなんか再生できたりとか、一時停止できたりとか、いろんな操作がね、アプリによってできるんですけど、タイマーとか
使うと、こうリアルタイムで表示してくれたりとかですね。今ちょうど表示してるけど、はい。ただあったら便利っていう感じではあって、そこまでめちゃめちゃ使う機会があるかっていうと、ちょっとそこは微妙かなっていうところは正直あります。でもあったら便利。画面録画とかもですね、時間とかね、停止とか、タイマーとかと同様に出てきたりするんで、細かいんですけど、こういったところはすごいやっぱ気が利くなっていうか、iOS のいいところっていうかね、ここら辺は Apple やっぱこだわってるなって思いますね。細かいんだけど。あんま触っちゃうと、ただそのインカメラがある部分なんで、指紋だらけになっちゃったりとか、やっぱプロマックスとかになるとかなりね、上部分にあるんで、触りづらいっていうのはあると思いますね。はい。特に女性の方だと多分絶対片手とかだとね、届かないと思うんで、はい。それは注意が必要なんですけど、劇的に変わるまではいかないけど、やっぱ通知でね、今までその画面が結構遮られたみたいなとこがあったんで、それがなくなるので結構ストレスは減ったかなと思います。後ほどちょっと話しますけど、今回画面の明るさが屋外だと最大2000ニットっていう形で、今までの一応倍にはなったのかな。はい、明るくなりましたね。実際使ってみてもやっぱりかなり明るく見えます。日差しがすごいね、強い外、屋外とかで見てもかなりね、普通に見えるっていうかね、眩しいぐらいなんで、外でやっぱ撮影とかするときですね、やっぱカメラとか見るときに眩しくて本当に見えない時とかあるんで、そういう時はいいんですけど、夜とかの結構やっぱ暗い状況とかで使うとかなり正直眩しすぎるかなっていう。ただやっぱかなり前のね、古めのじゃあ iPhone 11とか、10R とかね、そこら辺から結構変える方も多いと思うんで、そこら辺と比べるとかなりその綺麗に見えるというか画面自体も変化は非常に見やすくね、感じるんじゃないかなと思います。今回一応新機能として、常時表示ディスプレイっていうのがあるんですけども、やっぱり常にその時間とかちょっとした情報をね、ずっと画面上で表示してくれるというところで、便利ではありました。使ってない時は暗くなるけど、割には明るいっていうところはあります。ただちょっとね、アプリ対応がそこまでないので、現状表示できるものはそんなに多くないかなっていうところ。徐々に増えてはきてるんですけど、基本的にやっぱ天気とかカレンダーとか、あとバッテリーとかかな。基本的に純正アプリですね。そんなに増えてないかなっていう2ヶ月経ったけど、個人的にはね、なんか便利だと思ったら、こう PayPay 追加できるようになったので、QR 押したらもう QR コードそのままビュッてすぐね、表示できるんで、そこら辺はいいですけどね。はい。あと LINE とかもあるかな。で、気になってて、やっぱりそのバッテリー持ちなんですけども、これはね、やっぱり悪くなります。もう仕方ないです、これは。はい。もう常時表示してるんで、結構早い減りは。ここら辺に関しては後ほどね、詳しくね、話そうと思いますけど、なんでヘビーに使うんだったら、結構14 Pro Max とかでもありかなっていう、もう一個のその今回のポイントではあるんですけども、結構 Vlog とかで今後やっぱ撮りたいかなっていう、僕はあるんで、結構やっぱ動画とか撮っちゃうと割とすぐ減っちゃうんでね、ただプロモデル重いっていうのはあるんで、プロマックスになるとかなりね、重く感じるんで、そこら辺はどうしようかなっていうところはあるんですけども、乗り換えてからちょっと重くてね、もうやっぱ戻しましたみたいなね、方もいたみたいなんで、実際にもしよかったら持ってから考えるのがいいんじゃないかな、購入をね。ケースについては今のところはですね、今フロストエアウルトラか、前回紹介したやつか、モフトのクリアケースっていうのを大体よく使ってます、僕は。はい。で、それにラミカルさんかなのリングをつけてるんですよね。前回紹介したんですけども、で、よかったら今ちょうどね、クーポンコードをね、なんかもらったんで、700円引きぐらいかな、多分定価ぐらいか。ちょっと概要欄貼っておきますんで、そして在庫もね、黒と白ぐらいしかなかったんですけど、すげえカラフルなやつ全部復活してたんで、リング派の方はぜひですね、一応カメラ保護フィルムあたりも今つけてますけど、ニマソンのやつ保険かなっていうところで、正面の画面の保護フィルムは僕はつけといた方がいいんじゃないかなっていうところありまして、カメラフィルムはね別になくてもいいと思うんですけど、どうやら一応結構ね14 Pro 今回のモデルの画面って結構傷つきやすいみたいなんですよね。結構海外のレビューとかを見たんですけど、僕は最初から結構ね保護ガラス貼ってたんで、そんなに気になってはなかったんですけど、特に14 Pro の画面修理とかね、今 Apple 公式でね調べれるんですけど、これねいくらすると思います普通に修理。もちろん状態によると思いますけど、一応書いてあるのは5万円っていうね、落としてバリンって割っちゃうと5万なんですよ。はい。やばくないですか？それが一応1000円でね 100% 防げるとは限らないですけど、大体多分防げると思うんで、それ考えていいかなって思いますね。割と結構つけてる感覚とか今あんまりないんで、一応おすすめアイテムとかはね詳しいところは前の動画で紹介してるんで、ちょっとこっちをね参考にしてもらえればと思うんですけど、ブラックフライデーとかもねもうすぐ来るんで、おすすめちょっとガジェットとかも紹介しますんでね、はい、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。コメントねあと多かったやつとかで言うと、ストレージ容量の選び方なんですけども、今一応128から1TB まで4種類ぐらいかな、256、512とあるんですけども、僕が一応 128GB ね、一応最初構成を選んだ理由としては、前の一応13 Pro 使ってて256にしてたんですけども、容量的には半分も使ってなかったんですよね。なので一応 128GB にしたっていうね、経緯なんですけど、動画とか写真も撮ってたけど、意外となんかそんな使ってなかったというか、容量の選び方としては、今のお使いのスマートフォン、iPhone であれば、設定言ってもらってですね、一般、開いて一
般でところを選んで iPhone のストレージをタップね、これ見てもらうと、まあ何にそのどれぐらいの容量を使っているのか全部一目で見れるので、今の持ってるスマートフォンとか基準にして、じゃあどれぐらいの容量にしようかなみたいなところが一つ選ぶ基準としていいんじゃないかなっていうところで、もちろんそのアプリごとにそのデータ見れたりとかですね、消したりとかもできるんで、一回その見てちょっと整理してみるみたいなところね、はい、まあそろそろ年末だし、お掃除みたいなところもいいんじゃないかなと思いますけどね。で、ここからちょっとまあ良かった点と、まあいまいちだった点も後ほど結構話そうかなと思うんですけども、やっぱりね、その画面の進化というか画面周りのところはまあ非常にやっぱ使っててね、まあ分かりやすいというかね、まあ、いつも見るところなんでいいかなっていうところで、まあ常時表示ディスプレイはまあもちろん明るいし、まあ使いやすいってところあります。まあもちろんバッテリーの減りとかはあるけど、別に消せばいいんでね。はい。設定で消すってこともできるんで、まあ非常に見やすくて、画面自体も明るいですし、ダイナミックアイランドを、まあもちろん使ってて、そう劇的にもちろん変わるってことはないんですけども、なんか細かいけどいいんだよねっていうところで、じゃあ例えばじゃあ特に通知でね、結構画面がね、結構塞がれちゃうってことあると思うんですよね。今までのやつだと通知が来てもうなんか今一旦待つみたいな、通知が消えるまでみたいな、まあそういうのがかなりなくなって、特にまあスイカとかね、はい、まあ電車乗る方だと分かると思うんですけど、タッチするとこうスイカのアニメーションがね結構邪魔だったりとか、あと結構バッテリー低下をね通知とか 20% 切ったらなんか来ると思うんですけど、まあ、そういうのとかがまあダイナミックアイランド上で表示されるんで、別に操作にこう支障がないっていうのがね結構、まあ、地味だけど結構いいなっていう思いました。はい、まあここら辺の積み重ねがなんか iOS いいなっていう思うところなのかなと思いますね。2つ目としてはもう高級感です。14 Pro 持ってるっていうか、そのパープルのその所有感というか、まあそのカラーの美しさみたいなところは、これはもう言わずもがなというか、まあ見たら分かります。これはもう実物見てもらえば、ああこれはもういいなと。まあ、ステンレスの質感とか、はい、まあ、持っときの、まあ、手の馴染み方とかね、はい、めちゃめちゃいいですね。はい、まあ、カメラはめっちゃ出てるけど、背面はあんま多分見ないと思うんで気になる方は気になるみたいですけど、で3つ目としてはまあやっぱりカメラかなっていうところで、まあ、一応今回で48メガピクセル4800万画素カメラ乗りまして、その高画質がまあ簡単に撮れるっていうのもありますし、あとまあ2倍のそのクロップズームっていうところですね。まあ、これが非常にやっぱ万能で、まあ、この48メガピクセルのその真ん中だけ切り抜いて、まあ綺麗にクロップっていうね、切り抜きみたいな感じでそこを使うで綺麗に撮れるんですけど、でこれがまあ実際の映像で、まあ、前回でこれ Pixel 7なんですけど、まあ、1倍2倍3倍っていう風にね下に表示されてて、で2倍にすると結構ねいい感じの画角 24mm とかだったと思うんですけど、確か焦点距離的には。で3倍にしたりとか、まあ、2倍でねこう撮って1倍に戻して、まあ、1倍ってね意外と結構距離が遠いというか、はい、ただ結構まあ14 Pro の場合だと手で寄せてもなんかピント合わないです本当に。 QR コードもねなんか読むのもきついぐらいなんで、まあ、そこら辺ちょっとどうにかしてほしいなっていうところはあるんですけど、でも2倍とか、まあ、3倍はでも意外とあんまり使わないかなっていうところで、あんまり画質良くないんだよね3倍。はい、あとまあやっぱプロロ撮影ねやっぱり楽しいっていうところがあって、まあ、この前一応ねキャンプ行ってきたんですけども、まあ、ちょっと作例いくつかね出そうと思うんですけど、これがキャンプ、まあ、空のねこの青い感じとこのグラデーションがね白からちょっと青っぽくなっていく感じとか、まあ、光もいい感じに当たってるし、この砂の感じもね、はい、これ湖なんですけどね。で続きましてこれ逆光のね写真なんですけど、まあ、ちょっとこれ指入っちゃってるけど、これ確か超広角だったと思うんですけど、で超広角でもプロロ撮影ができるんですよね。深い画質で広い画角で撮れるんですけど、こう逆光でも割とその反射の感じピーンっていう感じはあんまなくて、太陽のところもちゃんと見えてるし、なんか雲とかもね割と透明だけど結構綺麗っていうね、光のこの水面に映ってる感じもねいいなとか、ちょっとだんだん暗くなってくるんですけど、これねこの夕日めちゃめちゃ良かったんですけど、まあ、奥にこのグラデーションしてる感じがね映ってますね。はい、まあ、ただやっぱりその明るいところに焦点がいくと、まあ、結構この前の土みたいなところはもう完全に黒くなって潰れちゃうっていうのはまあちょっとあるかな、傾向的にはありますね。はい、まあ、なんでやっぱちょっと被写体をこう前に合わせて明るいのに焦点合わせると、これ足なんですけど僕のはい、まあ、ちょっと横もこうぼかしていい感じにはなるのかなっていうね。今回やっぱ良かった暗闇は結構やっぱ強くなってるなっていうのがありまして、これもまた足映してるんですけど、多分前でね火焚いてたと思うんですけど、で割とこの時間結構暗かったと思うんですけど、空のこの白い感じと上の暗さっていうのが全部こう綺麗にグラデーションがねやっぱ取れてるのがいいなっていうね。でやっぱこの炎のちょっと光もね軽く当たってるっていう感じ。確かこれでもナイトモードで撮ったような気がしますね。確かナイトモードだったと思う。はい、カメラね保護フィルムつけててもなんか、まあ、そんな問題ないかなと思いましたね。はい、でこれ完全に暗闇で撮ったんですけど、これめっちゃ炎のね感じとかがすごいよく撮れましたね。
ただ周りはやっぱ暗いところはもう完全に潰れちゃうっていう感じはあるかな。これ光ってるね、キャンプしてるとこ横から撮ってるんですけども、これも確かナイトモードかな。まあ、ただちょっとなんかやっぱりね、フレアというか光がこう完全にピーンってなっちゃってる。ここら辺の暗闇のねフレアとかはやっぱまだまだちょっと厳しいかなっていうところはですね、なんか映り込みとかしちゃってるし、ね、この右の真ん中ぐらいのところ、まあこういうところありますけどね、はい。まあ、望遠カメラとかはやっぱりね、暗闇とかはやっぱまだまだ、望遠はね、やっぱ弱いかなっていうね、まあ次のその多分15ね、15 Pro とかでペリリスコープだけなんか忘れたけど、まあいいやつが乗るとかっていう話もあるんですけど、あんま期待しない方がいいですね、その遠目の写真っていうのは。今回、このシネマティックか、まあ 4K かな。結構いい感じですね。これ朝のちょっと朝焼けみたいな朝霧みたいなところで撮ったんですけど、まあちょっと歩きながら木にねたまに焦点って後ろはやっぱちょっとね、まあ、ぼやけている、まあ霧っていうのもあるんですけど、ちょっとやっぱ後ろがいい感じにボケてました。本当映画みたいな感じなんですよね。で木に焦点がいてちょっとちゃんとこう戻るって、まあここら辺もやっぱまあ動画とかやっぱ綺麗かなと思いますね。スマホの中ではほぼ一番に近いというか、これはちょっといまいちな点ですね。まあ不満に思ったところをちょっともう全部言っていこうかなと思うんですけど、まずまあダイナミックアイランド、もちろんねその細かい通知のところとかすごいいいんだけど、まあやっぱ使えるそのねポイントっていうのはそんなに多くないかなっていうところで、まあそんな毎回タイマーとか使わないし、まあ画面録画もね普通の人は多分そんなしないだろうし、2ヶ月経っても未だにそんなにアプリがね増えてるっていう感じがないんで、ほんと PayPay と LINE とね、まあ細かいアプリいっぱいあると思うんですけど、そこまでインパクトは正直ないかなって。まあ基本純正アプリ。やっぱり Google マップとか使うとなんかあんまり地図のあれとかは出ないし、みたいな。あとまあ画面ね、やっぱちょっと明るすぎるっていうのがあって、もちろん外で使うときはこう明るくてちょうどいいぐらいなんですけど、やっぱね、部屋の中とかで見たりとか、やっぱ暗闇で見るとなんか眩しすぎるんですよ。目がやられちゃうんで、まあなんで、そのホワイトポイントを下げるっていうのがあったんですけど、まあこれでちょっとちょうどいいかなっていうところで、やり方としては、設定の中のアクセシビリティっていうところに画面表示とテキストサイズっていうのがあるんですけど、このね確か下の方にそのホワイトポイントを下げるっていうのがあって、要するにその白いところの、まあ、輝度だけちょっと明るさだけ下げるみたいな、これでなんか 60% か 70% ぐらいで僕はちょうどいいかなっていう、軽さの自動調節とかやってもらってもいいですし、まあ、そうするとやっぱバッテリーの持ちとかも割とちょっと改善されたような気がします。明るいとそれだけバッテリーも使うと思うんで、不満点3つ目としては、まあこれ関連するところでなんでバッテリーやっぱ消費は早いかなっていうところ、まあ常時表示ですね。まあ常時表示をまあなんで、まあ、やるとしたらそのオフにするとか、まあなんかあんま意味ないと思うんですけど正直。あとまあ壁紙をまあ結構そのシンプルにしたりすると、まあちょっとまあバッテリー消費は下がるかなっていうところあるんですけど、まあ、オフにするとかなり、まあ、13 Pro 同様にバッテリー持ちはかなり良くなるんですけど、まあ、常時表示ねやっぱ明るいんで Android みたいにシンプルでもいいかなって思ったんですけど、その iOS のベータバージョンですね、お試しバージョンみたいなんで、まあ、テストされてるみたいで、その壁紙とかをやっぱ通知とかですね、まあ、設定項目が増えて、その数字だけのすごいシンプルな画面にできるみたいなのがちょうど今日Twitter でね上がってましたね。ショーウォールペーパーってショーノーティフィケーションかいうとこがまあ多分増えて、すごいシンプルな感じに設定もできるっていう、まあ、やっぱバッテリー消費のところはやっぱ言われてるから、まあアップルも考えてるんでしょうね。満点というか、まあ気になる点で言うとやっぱり48メガピクセルのやっぱ写真ですね。まあプロロ撮影はやっぱいいんですけど、まあその分まあ容量は結構食うなっていう、まあこれ以前もね同じこと言ったと思うんですけど、同じようなその環境で撮った写真ですね、まあ12メガピクセルだったんですよ。前まで1200万画素、まあ大体例えば 1.5 メガバイトだったやつですね、容量が。これをプロローで、まあ、48メガピクセル4800万画素で撮ると50大体 3.8 メガバイト、この場合だとまあでも大体50から本当ものによると70とかメガバイトぐらい食うんで、まあ本当40倍ぐらい、30から本当50倍ぐらいの容量は食うんですよね。30枚から50枚分ぐらい。それは細かいところまで綺麗だよねっていうのはそれはまあありますよ。まあどんどんプロロー撮影したいみたいな方はちょっとまあ容量は気をつけた方がいいかもしれない。あとはもうやっぱりね、もう重さです。あとまあ不満というかまああれだけど、まあ僕は慣れたんですけど、使ってると慣れるんですけど、やっぱりこの14 Pro の重さっていうのはやっぱり重いかなっていうのは正直思いますね。まあ特にこうケースをつけてまあちょっとマグセーフアクセサリーとかつけるともう本当に多分200どうかね4、50グラムぐらいになっちゃうと思うんで、まあそこら辺は非常に注意かなと思います。他にスマートフォンねやっぱ持ってもらうと重って結構言われること多いんで、友達とかにこう持ってもらうと、まあそこら辺はなんで、まあ気をつけた方がいいかなと。ということで最後じゃあ14 Pro 買ってよかったですかみたいな。買うべきかどうかみたいな2ヶ月経って結論から言うとまあ別に買ってまあ別に後悔みたいなのないかなと。はい、まあもちろん不満はゼロじゃないですけど、まあ基本的には良かったかなと思うんですけども、まあでも13 Pro からじゃあ変えるべきかっていうと、まあ多分僕 YouTube やってなかったら変えてないかなっていう、まあそこまでインパクトはなかったかなって
っていうところですね。もちろんいい製品ではあるんですけども、13 Pro からはまあ買い替える必要は全然ないと思います。インパクトがそこまでないというか、基本的に一緒なので、ただ12 Pro とかならギリギリちょっと検討の余地はあるかなっていうところで、というのはやっぱバッテリー持ちとかですね、やっぱ画面のその進化の部分とか、カメラですね、特にあとシネマティックモードとかは使えるようになってるんで、12から13でもいいんじゃないかっていうレベルなんですけど、そのコストパフォーマンス的には。でも14でも全然いいかなっていうところは、14 Pro でもと思うんですけど、ただ11より古いモデルだったら、僕は全然その変える価値はあるかなっていうか、進化を感じれるんじゃないかなっていうところで、まず基本的にやっぱりそのバッテリー持ちはもう多分全然違います。で、カメラも違いますし、画面のそのクオリティみたいなところも全然やっぱ違ったりするので、性能部分とかも多分サクサク感じれると思うんですね。今の新しいチップの方が 5G 対応とかもありますし、そこら辺考えると全然変える価値はあるかなと。やっぱりその iPhone、10とか、10R とか 10S とか、そこら辺から結構変える方が多いみたいなんで、そこら辺はね、全然変えていいと思います。てか変えてよかったみたいなコメントが結構あるんで、ぜひちょっとそのコメントもね、いろいろこの動画とかもそうですし、他の前の動画とか見てもらってですね、コメントもちろんしてもらって、基本的に全部見てますんで、気軽にコメントしてもらっても大丈夫です。どうしたらいいですかみたいなところもね。ぜひ他の iPhone 14 Pro のレビューとか、一応再生リストとかまとめてありますし、あと AirPods Pro とかですね、今後Apple Watch とかもそうそう出そうかなっていうところで、MacBook 関連のね、Air とか MacBook Pro とかも出しますんで、あとiPhone は15じゃあどうなるのかみたいなところも今準備してますんで、ここら辺見て決めるのもね、ありかなと思いますんで、なんでこの動画少しでもね、役に立ったなとか、方はぜひ高評価だったりね、チャンネル登録、横の通知ベルを押してまたね、お待ちいただければなと思いますんで。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。でも金がね、買ってよかったかなっていう、なんだかんだ。最初はなんかどうかなと思ったんですけど、ただやっぱりその寄りの撮影だけ、なんかもう QR コードもね、ちょっと怪しいんですよ。ちょっと遠目で撮らないと、QR コードもなんか読み込みもなんか怪しいぐらい、焦点距離というか、そのカメラとこう映すものとの距離、ある程度ちょっと空いてないとなんかピントが合わないんですよね。それぐらいかな、なんか。で、状況によってはやっぱ13 Pro の方がなんか綺麗に見えたりもするんで、4800万画素だから全然いいっていう感じは正直あんましないんですけど、良くも悪くもちょっと一眼レフみたいになっちゃったかなっていう感じ、カメラに関しては。他の部分はでも全然いいかなっていう、使いやすいし、重さ以外はいいです。慣れるじゃ慣れるんだけどね、どう撮るかみたいな。あと一応ピクセルも買ってちょっとレビューするの忘れてたんでね、そこら辺もちょっと比較をしたいかなと思います。てか Android もいろいろ、Galaxy Fold 欲しいな、折りたたみスマホ欲しい。